どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。一から手作りであなたのつむりを作ります。さやです。怖すぎるけど道義じゃん。すごくオブラートに包みましたのに怖すぎるということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。めいめい言っておけばいいんでしたっけ車に構えてんなこの羊。でも一番聞いてるのこれね、アウトゾーイング、アウトソーシングではなくアウトゾーイング。目かゆ。はい、というわけで今回こちら色めいというわけで今回やっていく企画はこちら。名前に色名が入ってるキャラ集合へ。イエーイ。てなわけで集合絵シリーズでございます。いろんな集合絵やってきましたが、はい、今回は名前に色名が入ってるキャラクターを集めて、ここに13個の色名が書いてあるんですけど、はい、書いてあるのが白、黒、金、銀、赤、青、緑、黄色、紫、橙、藍色、シアン、シアンはない桃、灰色で、この13個の色名が書いてあるんですけど、まず基本ルールは本名、っていうかキャラクターの名前として出てきているものに対してはもう何でも OK。 赤夏目さやだったら OK ってことね。まあ全然すごい、そんな名前だったんですね、さやさん。本当名前に赤が入ってるら OK ですよ。 OK ですね、はい、ただ、色が全部13個でしょ。さすがに作品かぶりやめましょうよと。そうね、色がもったいない。のバスケばっかりになっちゃうから、もう本当にもう包み隠さず言うと黒子のバスケで大体埋まるんだ全員埋まる大体埋まる、マジでほぼ埋まる、ほぼいるよね。英名も OK。 ちなみに赤っていう意味でさえあればレッドでもいいし、赤髪のサヤンクスは赤髪のサヤンクスは1回だけ、1回だけ1回だけ通りのは使っていいけど、基本は名前でいきましょう。かしこまりました。うわー、ちょっとじゃあちょっと楽しみですね。それでは名前色何これ、色名キャラ集合絵対決、はい始めてまいろうと思います。はい、引いてください。そういう感じか。じゃあこれでいきます私。せーの、ドン。はい、いいさ、もう黒子金のお前黒子のカードと2つなカードっていう、確かに謎のカードが2枚あるんだけど。でも待って、愛もうね一発で今ある、もういけるんだけど、強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。やっぱそうなるよねそんな強くないだろ言葉。そんな強く言ってない。もういけるとか言うから。確かにごめん強い言葉使っちゃった使っちゃったよ。俺はもうマジでその人なんですけどもうそれしか思い浮かんでない、じゃあいきます。はい、だいたい1キャラ10分ぐらいで書くけど、まあテンションが上がったら別に何分でもいいように用意スタート。どのバージョン書こうかなというところではあるよね。それだってわかんない。待って、もう2つなカード使います。ピキー早い。ということで、1回戦目、愛と木、せーの、ドン。オーラすごい。どうですか、愛禅隊長、愛禅宗介。さすがに愛といえばブリーチの愛禅宗介。これ名シーンですね。あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞのシーンの時のイメージ。名シーン。はい。なんか一人だけこんな凄み出してて、この後どうするつもりなんだろうね。なんかね、集合したくないよね。集合し、こいつ多分ね、こいつの下に集合していくことになるけど、全員なんか嫌な冷圧を感じながら集まることになるよね。気まずい、気まずい。あれか。はい。黄昏や。そうです。もう通りの使っちゃった。通りの使っちゃった。木だけがどうしても分かんなくて、セレオタ君にしようかなと思ったんだけど、黄昏ロイド・フォージャーでございます。いい。かっこいい。むずい。でもむずそう、確かに。むずい。というわけで、じゃあ1回戦目はまず藍色と黄色。はい。いいっすね。ジャンプですね。ジャンプだね。集合絵はやっぱりなんか我々の文化圏的にジャンプ集まりがちなんだよ。いや、そうなんだよね。じゃあ次行きましょう。はい。せーの。桃です。赤です。桃。赤か。やった、桃引いた。描きたかった。でタオパイパイ描きたかったもん。本当に白もいけちゃってる。白もいけちゃう。でも今まであんまり描いてないやつがいいよね。いきます。よろしいですか。よーいスタート。いや、もうこれはね、決めてかかってますよ。そうなんですか。結構すんなり出てきてるね。はい。2回戦目、赤と桃。せーの。でーん。わー。これはコナンに出てくる赤井秀一。
ゲンさんってこの人が見れるとは。あんまりなんかさ、そういえばコナンってね、でも服部は、服部平次は何の時、大阪の時だ、ね、そう47都道府県集合営の時に服部を書いたような気がするんだけど、赤井秀一をなんかかっこいいよなっていう。いやかっこいいよ。なんかね、すごいねイメージは強いんだけど、実はねめちゃくちゃコナンを愛読してるというほど読んでるわけじゃないんですけど、やたらと印象だけが強くて。いやそうだね、だってめっちゃかっこいいし、めっちゃキーパーソンだしさ。ただ書いてて思ったのが、マジでこれは青山剛昌先生の絵じゃないと成立しないキャラデザってやつが多すぎて、あんまりこの熊の感じとかね、そうなんかむずいよね。ももね、はいさよもちゃん、ももちゃん、前回に引き続き、はいまだももちゃんがいっちゃった。めっちゃだんだんハマってるよな。かわいいジャンプラセット。確かにジャンプラの看板セットねえ、ジャンプラセットになった、はい。ということで赤井秀一とももちゃんでした。いやいいね。せーの、ドン。紫金、やった、紫回避、紫回避、おめでとうございます。紫回避です。紫が無理だったんだ。とっても困ってました。よーいスタート。さやでも全然悩んではいない。集合営で初めて書くロイド・フォージャーを私が書いたので、もういいかなって。どういうこと？なんかこう集合営に昔書いたけどもう一回書いちゃおうかなって。昔書いたけどせっかくこんななんか金とかってすごいありがたいって聞いたので、何でもいけるよね。ね。てかさやが最近だからそのメンタルの調子がいいって話をさ。ああそう、じゃあ聞いて。書きながらね。だんだんでね。いやね、アニメもさ決まってこれどこつら？どこつらね。そうどこつらのアニメの発表もさもう終わってさ。だけどそのアニメ放映とか向かっていろいろ今準備してて、つまり結構忙しくなってきたわけ。だいぶね。漫画も描いてるし、そう動画も相変わらず撮ってるし、何にもあったりとかで、確かに信じられんぐらい忙しくはなってきて、なのにですよ、これ心配しないでほしいんですけど、信じられんぐらいパラちゃんとの時間もちゃんと撮ってるんですよ。そうなのに10時間寝てるんですよ。なんかね、いろいろ不思議なこともあるもんでっていう感じなんだけど、とても不思議なことがあるからで、思ったの。それで私、10時間寝てるのとてもいいことなんだけど、せめて8時間くらいにしないかなと思って、そう睡眠の質が悪いから10時間も寝ちゃうんだと思ったから、まず睡眠の質の改善に今動いて結果、睡眠の質に大事なのはなんかね、その時私が調べた時になんかマグネシウムがすごく大事っていう栄養素の、だからマグネシウムのサプリメントを飲もうと思って買ったの。そしたら睡眠の質はちょっとよくわかんないんだけど、なんか毎日ハッピーなの。なんかあんまりなんか本当になんか危ない薬大丈夫、ちゃんと松木用で買ったから、ちゃんとしたお店でみんながよく知るメーカーさんで用法用量を守ってちゃんと飲んでるので大丈夫展開すると余計怪しく見えるんだだけどさ、睡眠の質はわからないんだよね。睡眠質変わってないんだ。いやわかんないんだよね。わかんない、睡眠の質はわからないし、なんなら最近すごい元気だからいっかと思ってなんかポケポケやりまくっちゃったせいで、寝てない。眠たい。すごい誰しもに聞くわけじゃないとは思うんだけど、私はこんな方法で今なんかやたらハッピーですハッピーになりましたという共有ね。マグネシウムの力かもしれないし、タイミング的にディズニーのホテルの力かもしれないっていう説もあるんだよね今。そうかつアニメ化の発表がされたっていう喜びもあるじゃん。アニメ化ハッピーの可能性もある。しかもね、毎日可愛い娘がいて。確かに。というわけでアニメにカッコつけてこの子書きます。もしかして CV 熊井素子さん。やっはー。この前さ、パラちゃんとさ、うちの実家の両親と一緒に動物園行った時にさ、トナカイいたの。トナカイいたんだけど、なんか時期的な問題でオスのトナカイ角が抜ける時期なんだった。そう行った時期が、そうだから角なかったの。でパラちゃんがさ、堅くなにトナカイだということを認めなくてさそれをこれはチカちゃんだよねって言って、これはトナカイさんって書いてあるよって言ったら、チカちゃんってダメだったんだ。そうクリスマスにさ、タンタさんと一緒にさ、よくこうソリを引いてる姿を描かれるトナカイは、角があの時期に生えてるのってメスだけなんだって。へー、そうなんだ。あれはメスらしいですよ。書いてあった動物園に。だから今度は生えてる時期に行こうね、パラちゃんはい、ということで紫と金、せーのドーン。
小金井薫、ね、CV 熊山男さん、弱き心が熊山男さんやっていただき、何の話って思った方はぜひこちらの動画を見てみてっていうかこのチャンネル登録してね、お願いしますね本当にはい、ということで確かに金が入ってますね。私でさ、なんかこう、散々動画の中でさ、賢い少年が好きみたいな、人に騙されるどころか騙すぐらい賢い少年が好きっていう話をよくするんですけど、賢いんですよこの子ね。さやさんほんと好きそうでゲイさんのめっちゃかっこいい、私確かにそこの子まで読んでない。知らないと思うんですよさやさん、これは呪術廻戦の今ごめんアニメ見てなくてまだ、アニメまだ見れてないんだけど、出たかな、出てると思うんだけど、死滅回遊のところに出てくるとんでもねく強い400年前の呪術師なんですけど、カシモはじめ、カシモの死が紫、あ、そうなんだ。めっちゃかっこいいね。男の子、女の子？男だけど結構中性的な顔はしてるから。カシモ好きなんですよね。カシモ戦もうちょっと見たかったな、芥利先生。なんでもです。なんか言うとるぞ。なんか言うとります。気にしないでいただいて。はい。というわけで紫がカシモはじめ、金が小金井薫くんです。次行きましょう。行きましょう。楽しい。いきます。せーの。バン、白。青、うわ、青引いた。出すしかない。黒バスいっちゃう。そう黒バスで行くなら紫か青かなと思って、そう。じゃあ行きますか。よーい。待って白か。あれ書いてほしいな。あったその最後書いてほしい。リクエストしていい？リクエストしてもいいけどもう書き始めちゃってるから。でも今ならまだ戻れる。いや戻れない。戻れるよ。もう戻れない。お願いお願い。やだ。珍しく男書いてるの。自発的に書きたくて。今日全部男です。マジでそうじゃん。女の子だったのに。ケイさんが書きたいタイプの女の子。マジ？そうだよ。ちなみに何の作品書いて？パラノマサイト。ゲイさんの絵で見たいなと思って。わかった。お願い書いて。せーの書こうか逆に。意味わかんない。さちょっと待って助けてほしいんだけどさ、このシャーペンなんか 0.3 らしいのよ。0.5 のさ写真の中に入れてさ、やめろ俺たち出れねえよやめろあーっていう感じになっちゃってたの今。カチ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 うるさいなって思ってた。そういうことがあったの。ごめんね、出口が 0.3 だって知らなくてさ、帰んな家に。安心したと思うこの子たちも。よかった。間違ってたねやっぱり俺たちここ。そう奇跡的に 0.3 を見つけました。あと諦めないって大事。その気持ちはね私はねみんなに伝えたくてずっと探してたわけ。 0.3 を。クソ文脈で響くやついるかな。だってみんなにも聞こえてたろ 0.5 の叫びを。暗いよ狭いよ出たいよってなってたわけ。でもさ今さ暗いよ怖いよってさフリーレンだよね。さやのイメージは何なの？私は面倒修太郎なんですけど。いや多分いないと思う。誰だよ面倒修太郎って。俺もなったよ。嘘。面倒修太郎って誰？うるせえやつらの。いやわかんないな。世代かな。さやちょっとたまに世代上のことあるよね。我々の年齢より。でもこの白もみんな好きな白ですよ。僕は結構好きですよ。俺も結構好きですよ。わかります？もう僕のやつ。わかりますわかります。右早見わかります？どういうアピールや。ただこれ問題なのがさカタカナじゃない？ああそうね。まあいいか。でも絶対そういう意味だよね。白だよね。琥珀主でしょ？違うの？琥珀主の顔白じゃない？真っ白じゃない？竜になった時真っ白。真っ白だね。服も真っ白じゃない？でこれで白を連想しないようにしてますっていうのはちょっと無理があるんじゃないですかね。でも琥珀早尾さん無理じゃないですかね。無理じゃないだろう。怒るの。呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい。わかる？飛ばす。はいということで白と青せーのドン。どいてじゃねえ。いい白美しい。いや白の白は一応カタカナなんだけどキャラクターイメージ的には白の白なんじゃないのっていう。湖の白の主じゃないのあれって感じ違うの？わかんない。琥珀川の主、で琥珀川のさ。でも琥珀川ってでもその漢字ってどっかに出てんのかな？琥珀川って出てんのかな？カタカナだ。
あ、そう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 、漢字では出てないのか、じゃあこれはシュレディンガーの琥珀主ってことでいいかな。かもしれない。そう、でもこれはにぎはやみ琥珀主の白が白イメージだということにさせていただいてもいいですか。なんかはい、でもありがとう、とても美しい白が見れて、私はとても嬉しいよ。さやさんがとても苦労していた青峰、確かにバスケユニフォームを頑張って助け足すことで、あれじゃない、顔がねちょっとこう日焼けてるというか、だいぶ日サロいってるから、顔の色が。はい、青峰くんです。はい、この悪い顔を描くのちょっと難しかったです。ついに切りましたが、切っちゃった。ゲンさんに無断で切っちゃったはい、ではいきます。いきますか。これとこれとこれの間から抽選して、これせーの、ダン。大大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 オレンジ色だよ大大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 思いつかないよ。これ見て、終幕ベベン待って、はいって言うとさ、灰原愛ちゃんしか出てこないんだけどさ。ごめんね、先に赤い周一で取っちゃいました。灰原愛ちゃん。灰原だ、呪術にもいるじゃん。はい、ごめん、呪術取っちゃいました。すいません英語じゃない？グレーといえばいっぱいいるじゃん。いや、ちょっと調べます一旦。はい。ゲイさんはどうするの？だい。いや、待って。分かった。使います。何を？通り名カードを使います。通り名カード。それは我が忠義の名。オレンジやん。オレンジ決めてきた。いきます、私。朝も夜も恋焦がれて急にしかも超耳元だった。うるせえな。うるさくないだろ。暑いだろ。この曲上がるだろ。暑いけどうるせえよ。すごい、この部屋から冷蔵庫のことする。そう、この部屋にね冷蔵庫置いたんですよ。なんとゲイさんの 9.L が上がっちゃった。グリングリン上がっちゃって、最近撮影以外の仕事もここでしてるから、ほぼ僕の部屋みたいになってるんですよ、ここが。でそうなってくるとさ、冷蔵庫を前僕の作業デスクのとこ置いてたのね、さやがいる部屋の、じゃなくてこっちに置いた方がいいのではっていう、なんか当たり前のことに気づいて、冷蔵庫をこの撮影場所の真裏に置いたんですよ。困るんだよね、レッドブル取りに行くのにさ、ゲイさんのとこ行くのめんどくさいなってなって、さやさん健康になっちゃうんだけど。健康になっちゃうじゃん。キモやっぱり右向きって書くもんじゃねえ。俺に右向きを書かせないでくれ。集合絵はね、それがね、本当に気が重いよ。だってさ、集合しなきゃいけないってことはさ、書けない向きも書かなきゃいけないんだよ。やっぱり自分の苦手なことにも向き合って少し頑張るべきだってことは分かってるのに、これは弱い。無理だよ。後ろで今カルメン流してたんだけど、おしゃれすぎちゃったね。ドラマチカルにさやさんの弱音が演出された。はい、ということで代々とはいです。せーの、ドングレイオレンジ。それは我が忠誠の証大好きなんですよ。これコードギアスのジェレミア・ゴットバルト教なんですけど、ルルーシュっていうね主人公がいるんだけど、ルルーシュの作戦に見事はめられ、ルルーシュって絶対従手のギアスっていう命じるとその言うこと聞いちゃうみたいなクソチート能力なんですけど、めちゃくちゃすごいよね。あれがかっこいいんだけど、それによって地位を貶められてしまうネタバレになるんであんまり言わないですけど、それによってオレンジ教とか言われちゃう、もうオレンジって言ってバカにされるんですよ。だけどそのオレンジっていう名前が最後の最後でめちゃくちゃ良くなる、めっちゃかっこいいシーンがあるんで、意味わかんなかった人はコードギアス1期2期を全部見てくれ。いや熱かった、大好きなんです、ジェレミア・ゴットバルト。結婚する前だよね。めっちゃ見たね。めっちゃ見てさ、なんかさやさんベーベー泣いててさ、マジ泣くから、本当に信じられんぐらい泣くから、マジで見てほしい。懐かしい。というわけでグレイね。ちょっとこれで確かに一応灰色のグレーとスペルは一緒だもんね。スペルは一緒なので、なんかちょっと許してねっていう。でもそれで言うと僕も白がちょっと怪しいんで、まあ確かにお互いでもいいんじゃない。フェアリーテールって話聞くとまた最初から読み返したくなる。いや本当にそう。はい、というわけでグレー書きました。あと2回か。何残ってんの？黒、緑と銀。なんかすごいかっこいい渋めの色が残ってますけど。じゃあ行きましょう。これせーの、ドン！銀！もうっていうことはあれ書いてくれるってこと？わかんない。さやが今思い描いてる人じゃないかもしれない。私思い描いてるの一人なんだけど。そう。銀といえばもうあれしかいないんだけど。っていうかもう4月から新連載楽しみすぎるんですけど。そう同じ人。その銀だよね。信じられんぐらい楽しみなんだけど。いやね。はい、行きましょう。行きます。
でもさ、令和に銀魂が連載されてたらみたいなやつ、さやが昔書いたの覚えてる？あ、うんなんかの挿絵かなんかでおい行くぞゴズコーみたいな。あ、そうあれさ、今見ると結構ありそうってなった。たまになんかいいねされてて戻ってくるんだけど、画像が。今まで数々柱を描いてきました。柱？あ、そっか、彼もね。いや、僕なんか今さ、鬼滅書いてんだみたいな思ったんだけど、鬼滅で書くなら鬼の方だった。どれだ？北志望。ああ、嫌だ。書くとこ多くて。あ、そういうね。だって3倍も目描かなきゃいけなくなっちゃうんだよ。ということで、銀と黒せーの坂田銀時、さすがにイグローバナイ。おー、確かに黒だわ。黒木正左衛門か悩んだんだけどね。誰黒木正左衛門って？忍たま乱太郎。大体忍たまいるじゃん、やっぱり。やっぱり忍たま大体いるやん。いやでもね、ちょっとね、イグロさん初めて書くから楽しかった。なんか顔いいね、ちゃんとヘビちゃんもいるし。ヘビちゃん。イグロさんすごいめっちゃ書き込んじゃったから、他のメンバーもちょっと書き込みを勝手に加しました。加えてね。そしてはい。坂田銀時。銀といえばよ。いや、いいね、ゲンさんの銀さんマジでいいね。この髪型描くのさ、中学校の時練習したんだよね。空知先生が銀さんの描き方講座っていうのを銀魂の単行本に書いてあったの。それで一回なんかね、中学校の頃とかになんか書いた記憶がある。じゃあそれの経験がそうだから髪の毛はなんかその時の記憶で、例えば空知先生はこうやって言ってたなみたいな。いいね。楽しみですよね。週刊連載まさか戻ってきてくれるのね。はい、めちゃめちゃ楽しみですが、それを置いといて、銀時です。かっこいい、いいね。埋まっちゃってるけど。埋まっちゃったね。銀さんで埋めちゃったんだけど。さやさんちゃんとギリ一マス開けてる。確かに確かに。そう、さやさんに任せるか、じゃあ最後は。じゃなくて、まあ。はい、最後こちら。はい。せーの、ドン。緑。緑か、そうだ。最後緑ね。あ、でも僕も整ってますよ。あ、本当？女の子さ、全体で一人しかいないからさ。確かに。なんか女の子がいいな。よし。じゃあさやっぴ。最後、ちょっと。遊ぼう。書きたい子書きます。でも初めて書くからな。でもゲンさんに絶対バレたくない。あれ？おいよ。どうした？な。乱入。まさか最終戦で乱入してくるとは。おちごとしないでってきちゃった。ちょっと待って。もうちょっと待ってて。やだー。はい、ということで最終戦緑、せーの、ドン。じゃじゃーん。まあさすがに緑谷いずく、こんなキンキンで色目が入ってる主人公もまあいないということで、確かにね、緑谷いずくデクくん書きました。これはでもちょっとヴィランたち、かつ有名な人たちがいっぱいいるからオタク発揮していっぱいメモ取ってるってとこですね。ああ、そういうとこね。デクのさ、結構キャラ好きだったんだよな。特に序盤でよくあったオタクキャラあったじゃん。黄色。そう、感じの空気好きだったんで。緑さんね。で、さやさんは緑先生ですね。いや、可愛い。そう。めっちゃ可愛いな。緑先生大好き、可愛い。女の子かけた。確かに、さやの方2人いる。なんかさ、すごいさ、なんかバランスよくない？確かに男女のバランスいいね。やっちゃったよ俺。一人もいなかった。おメンズで固めてしまった。ありがとう。でもゲンさんが珍しくメンズで固めてくれてるの。珍しくもないけどね。このなんか集合絵シリーズだとよく男多めにはなる。こんなに男の子だらけないね。初めてかも。楽しかった。めっちゃ楽しかった。名前に色目意外といます。いや、よかった。楽しい。楽しかったね。これで一応13色。いや、そうだね。緑が被ってるので14人。赤い週1で赤。はい、黄昏のでコードネームで黄色。ロイド・フォージャー。紫で歌詞もはじめ。で、ももちゃんだ、ももちゃん。あやさももちゃん。そして白で白。で、小金井薫くんか。で、銀で坂田銀時。で、青峰くん。で、オレンジ鏡でオレンジですね。はい。で、グレーね。灰色。で、愛禅宗介。灰色で。イグロさん。はい。イグロボナイ。で、緑。緑谷いずくと緑先生。わあ、楽しい。楽しかった。揃うと楽しいよね。集合絵はね。
でも初登場も多かった気がする。そうだね。やっぱ全然違う感じで。いやよかった、楽しい。やっぱいろんなキャラ描くの。ぜひ皆さんの自分の名前に色が入ってて好きなキャラこれだっていうのをね、ぜひコメント欄で教えてください。教えてください。っていうのと、代々マジ教えてほしい。頭の中で働かせても、オレンジなんちゃらって名前とか、代々が入ってる名前とかが出てこなくて、トウって読んで、確かにトウって読むと別の名字か。名字だったり名前だったりありそうだね。確かに。代々という意味よりかはただ違う意味合いだとは思うんだけど。ありそう。それもぜひ皆さん教えてください。はい、教えてください。楽しかった。楽しかった。お疲れ様でした。とても楽しい集合絵でしたね。ここのデルタ地帯覚えて帰ってね。デルタ地帯っていうのそれ。わかんない。さやが呼んでる。さやが呼んでるだけ。三角巣でもね。よろしく。